俳句チャンネル、俳句の鑑賞をしています。今日の一句は、新緑や絶壁の日々海にいる新田幸久、季語新緑、夏です。初夏の頃、燃えいずる薄緑色の艶やかな木々の葉を言います。俳句は写生、そのことをまさに言い得ている一句でしょう。海にそびえる荒々しい絶壁、おそらく作者はその絶壁に対峙する場所でそれを眺めているのだと想像します。季語の新緑は選び抜かれていると思いました。初夏の頃の海であれば宇波、夏の潮、夏の海、視覚的に訴えるのでなければ初夏、夏めく、白書、空や風や雲やいかようにでも持ってくることができたはずです。私ならば海や波を読んでしまったと思います。しかし新緑を置きました。新緑によってこの句の風景が大きくなりました。作者は新緑の中を来て、新緑の向こうに荒々しい絶壁とみずみずしい海の色が見えたのでしょう。絶壁と言われている対岸にも、あるいは新緑が眩しく燃えていたのかもしれません。海へ出た、海だ。視界が開け、心が湧き立つような感動を覚えます。想像するに作者は海岸から岩肌を仰いでいたのではなく、岩の上と同じような高さから海を、岩肌を眼下に望んでいたのではないでしょうか。自然は夏を目指して命の翼を広げています。その息吹の中にそびえ立つ絶壁、その絶壁に荒々しい亀裂が走っていました。岩肌を縦に裂き、そのひびは海面まで続いています。その様子を海にいると表現しました。ざっくりと海へ刺さるように、まっすぐに岩肌を走るひび、いるという動詞で表現されたひびの写生により、灼熱の真夏を予感させているかのようです。また岸壁ではなく絶壁といったことで、より明確に岩の様子も見え、その険しさを思わせます。頑強な岩を走るひびは、岩を裂くほどの力強い夏の波、そして岩に根を張る木々のたくましさをも想像させるでしょう。伸びゆく命の力強さを季語の新緑によって醸し出しています。写生句の魅力を改めて教えてくれる、全く隙のない俳句ではないでしょうか。皆さんはどのようにお読みになりましたか。今日の一句は、新緑や絶壁の日々海にいる新田幸久でした。それではご検品を。